科学煙突というのをご存知ですか？これです。なぜそんな名前がついたかといえば、この煙突は見る場所と角度によって4本が3本になり、さらに2本になり、1本になることさえあるからです。私どもの住んでいるところからは煙突は3本に見えます。だからこの辺に住む人々の中にはこの煙突は3本だと思っているものもあります。この辺は住宅地として高級とは申しかねます。雨が少し多く降るとこの辺はたちまち洪水で、住んでいる人たちはみんな戦々恐々です。これでも大東京の一角だというんですが、静かな環境ですって？そりゃあこんなに朝早くは。この辺で一番早く起きるのは私の妻です。あ、これは隣のホッケばあさんです。私の妻はこんな目星じゃありません。この右側のガタガタの2階家が私の家です。この家はあの梅干しホッケばあさんから月3000円で借りているんです。安いでしょ。ここから私の勤め先の日本橋にあるお店に通うには遠くて不便なんですが、家賃も安いし、この辺の物価も安いので動けないんです。これが私の妻ひろ子です。ひろ子はいろいろ苦労してきました。もっとも繊細未亡人で私と違い再婚ですが、よくやってくれました。今磨いているのはもちろん私の靴です。いや、どうもなんともはや。とにかくこれは確かに私、ひろ子の夫、尾形隆吉に違いありません。これでよくわかりましたよ。人間が自分の姿を思い違いしている理由が。2階の二間を2人の独身者に貸してあります。じゃあ、よしましょう。2階の連中もご同様生活に疲れてまだ眠りこけていることでしょうから。2階は朝飯付きで6畳の方が2000円、4畳半が1700円。安いとお思いになるでしょうか。私は権利金さえ取らない主義です。JOQR こちらは MCB 日本文化放送でございます。爽やかな朝が訪れました。今日も一日お元気に楽しく過ごされますよう、このひとときの音楽をお楽しみくださいませ。あなたお起きになった？あちらだってご商売ですもの。起きるよ。はい。どうしたんだ？子供みたいに。空襲の時に。本当に私はどうしてこうなんでしょうね。お前よくつまらんことでびっくりするね。35にもなって。猫さんおはよう。おはよう。まあやかましくて嫌だね。船長さんなんか目覚まし時計がいらなくていいじゃないの。毎朝起こしてもらって。石鹸貸してくれない？
本当？ご飯ですよ。あ、どうも。皆様の化粧品店フランス屋では各種有名化粧品を取り揃えて本日からサービスセールをいたしております。舶来の品よりも品質が良いというパピリオクレーム粉を拾いであなたの大切なお肌をお守りくださいませ。皆様の用品店蓮祥堂では本日からこのやっこ旅の大特売をいたしております。その温かさ、その履き具合、その丈夫さ、必ず皆様のお心まで温かくなるやっこ旅。やっこ旅をお召しくださいませ。いいですよ、35です。うん。河村さん、お出かけですか？あ、特売の景気を見回ってくる。そうですか。じゃあ、丸菱によって届けていただきたいものがあるんですが。お待て。今日は上野までは回りきれないだろう。そうですか。頼むよ。ご苦労様です。おかやさん。どうしたの？風邪？扁桃腺だってさ。あんた、ミシンの出物があるけど買わない？とっても安いんだったけど。そうね、欲しいんだけどな。でも、まだちょっとね。舶来でいいんだったけど。川村さん、このことはどうかお方には内緒に。はい。このことは一つ尾形君には内緒に。やってごらんよ、あんた。この店をさ、島で税金どころじゃないんだから。ですけどね。それにうちの亭主ったらこの頃浮気を始めるしさ。それにねえ、お役人さん、あんた税金の督促をする前に男の浮気でも取り締まったらどうなの？くって抽選付きニコニコ定期預金は安全です。しかも特賞50万円の素晴らしい幸運をもたらします。今までにこの50万円の青い鳥を使う素敵な家を建てた企業挽回なさった方がとにかくそれじゃあさってもう一度お伺いしますから、それまでにご主人ともよく話し合ってみてください。こちらとしても差し押さえはできる限り避けたい方針なんですから。25年度分ですからね。こちらとしてもできる限り差し押さえは避けたい方針なんですから、そこを組んでもらって。そんなに言うんならね、この子供でも持ってってごらん。さあ、坊やおじちゃんと一緒に行きな。税金の代わりにな。お前さん、今お帰りですか？できてますよ。こっちこい。はい。
私は今日ね、保育園にラジオ取り付けてやりましたけどもね、とっても喜ばれましてね。そうですか。いやー、まったく子供なんて罪のないもんですな。いや、それなのに子供を嫌う人がありますからね。あ、そうそう。小松さんともそろそろお出来になる頃ですな。いや、僕んとこはまだ当分。え、当分？ええ、まあ。しかし子供は授かりもんですよ。どうして小松さんのところは？いや、僕んとこに今赤ん坊ができたら一回食い上げですよ。だから作れないんです。そういうことになりますかな。小松さん、うちらここで7人もいますけどもね、なんとか結構やっていけるもんですよ。あんた。うん。お母ちゃん、お腹空いちゃったよ。いや、結構です。そうですね。じゃあ。ただいま。おかえりなさい。あ。奥さん、今ちょっと医者行かれました。医者？ええ。らしたの？お、どうなんだ？何の？できちゃったのか？どうなったの？そうじゃないのか？まさか、大丈夫よ。私たち注意してるんですもの。どこが悪いんだ？歯医者、今朝から痛くて。ほら。ああ、詰めてもらったの。びっくりしちゃったよ。大丈夫よ。買ってきたの。なんで歯悪いのか？あなたによ。お聞かれましたら？うん。着物もたまにはいいね。そう？うん。ちょっと立ってごらん。いやいや。立ってごらんよ。そんなに似合うかしら。うん。コート買うんだな、来年は。いらないわ。ひろこ。え？何？ちょっと。はい。何？あ、いけない。いけないわ。どうしたの？基地のカンクラスとなりまして、清野山東の花道を全たる面持ちで開場いたしました。
千子さんじっと見ていたわね。妙な人ね。構わないじゃないか。僕たちは正式の、つまり法律によって戸籍にもはっきり証明された夫婦だもん。恥じることないじゃないか。でもやっぱり嫌な気がするわ。ちょっと。私が見てたら二人ともまるで悪いことしてたみたいにもじもじして離れちゃった。でも残酷だな、黙って見てるなんて。見られる方より見てる方がずっと嫌な気がするわよ。でも私見てた。人間の愛情なんて情けないもんね。悪いな、本当に。下の子夫婦に悪いよ。私なら人に見られたって平気だな。帰って続けててやるわ。そんなことできるもんか。だって本当に愛してたらそういうもんじゃない？僕は違うな。僕は人をびっくりさせるのは嫌いだよ。へえ、偉いのね、健三さんは。どうしたの？びっくりするじゃないの。どうしたの？秒を踏んづけちゃったんだよ。何よ、秒ぐらいで。あんた人をびっくりさせるの嫌いだって今言ったばかりじゃない。びっくりさせるもんじゃないわ。割とうまい字ね。役所でも筆の字って言うと大抵僕が書かされるんだよ。あ、千子さん、いいものごちそうしよう。珍しいわね。何？もう冷たくなっちゃったかな。どうぞ。どうぞ。なんだ、たい焼きか。今日取り立てに行った先でつい買っちゃったんだよ。一つ5円。あんたも出世しないわね。大変だ。僕はびっくりさせるのは嫌いだな。答えたのかい？うん。そんな無茶すんなよ。てんつこもらってきたんだけど、飲むかしら。うん、飲めよ。どこにあるんだ？手先の中なの。あ、僕持ってくる。入ってない？あら。黒バッグ。今度は100円、500円。もっと早く。700円なり、300円なり、580円なり、160円なり、600円、600円。間違えちゃった。400円なり。あ、初めから。100円なり、500円なり、700円なり、300円なり、580円なり、160円なり、600円なり、400円なり、700円なり、300円なり、600円なり、1300円なり、930円なり、300円なり、1000円なり、370円なり、300円なり。
万3000。この通知は僕の名義になってるじゃないか。そうよ。私、それが2万円になったらあなたに見せてびっくりさせようと楽しみにしていたのに。どうしたんだ、そのお金は。アルバイトしてたの。アルバイト？ええ、お母さんに手引きしてもらって。野島佳代子にか？お母さんと同じ仕事なの。私、初めうちで内職できるミシンを買いたいと思って。でもやってみると内職よりお金が儲かるでしょ。暗い仕事だけど少し面白くなってきたの。でもそんなにあなたのお怒りになるほど悪いことだと思わなかったわ。それは僕は安請け取りかもしれない。だがそれがなんだ。君はそれを承知で一緒だったんじゃないか。あなたにそんな不服など少しも思っていませんわ。ただ落ちてた一円札を拾うようなそんな軽い気持ちだったのよ。どうしてそんなにお怒りになるのか。私喜んでくださると思ったのに。喜ぶ？お前はさっき彼に手引きしてもらったって言ってるじゃないか。僕はあの女大嫌いなんだ。あの人はおせっかいなところはあるけど根はいい人なのよ。そんなことで腹立つんじゃない。僕に相談なってそんなことをしてたってことを言ってるんだ。お前一体僕の何なんだ。ただの他人なのか。私、あなたと一緒になれて幸福だと思っていますわ。それは僕だってそう思ってる。僕がどうしてこんなに腹を立ててるのかお前には分からんのか。つまりそのなんだ。食べれた。布団敷いてくれ。寝てから気持ちをうまく整理して話すよ。そうだ。実際こんなことは静かに話すべきことだった。向かいの若い人たちに聞かれても恥ずかしいことだろうな。実は僕、役所辞めようかと思ってんだ。身の皮を剥ぐような辛い金と分かってながら取り立てなきゃならないお金なんか本当に辛いと思うよ。あんたが総理大臣になって税制を改革すれば簡単じゃないの？僕は真剣に言ってんだぜ。私、お金貸さないわよ。金？何の？役所を辞めたらすぐ生活に困るじゃない。そうなんだよ。そこでどうしたらいいか分からなくなっちまうんだよ。私なら困っても困ったことから逃げ出さないわ。それ古いんだよ。3つの時死んだおふくろが買ってくれたんだ。私これ首を振るとこが好きだわ。好きならあげるよ。私も今母さんのことを思い出してたんです。私ね、小さい時縁日で母さんとおもちゃを売ってたの。そのやつこれどうもありがとう。ごちそうさま。だからお前はどっか僕に冷淡なところがあるような気がするんだよ。例えば今度のアルバイトのことだって僕に相談なしでやってそれでいて平気なところがあるんだな。また時々つまらんことでびっくりする。そんな時僕はひょいと君の過去に後ろ暗いことがあるような気がするんだ。君の前の夫のことだって君はそれを一言も口にしたことないだろ。一言も。だって空襲の時死んだんですもん。そうだと君は言う。だから僕は正直に言うと君はその男を殺したんじゃないかって記載する時があるんだ。そんなこと私にできて前の人のこと言わないのはきっとあなたを愛しすぎてるせいじゃないかしら。それで昔のことをすっかり忘れてしまったんだわ。お前は口がうまい。本当よ。私初めてあなたと結婚したような気持ちでいるのよ。
よ。私幸せだと思ってるわ。ひろこ、腹を立ってすまなかった。お前が僕に黙ってアルバイトしたこと腹も立ったらありがたいと思ってたんだよ、本当は。もう喧嘩するのよ、そうね。便所の戸だよ。本当によくびっくりするね。おやすみなさい。おやすみなさい。ねえ、お金が貯まったら早く打ち立てましょうね。うん。これで今日のプログラムは全部終了いたします。どちら様も火の元、戸締まりなどもう一度お確かめくださいましてお休みください。王様、小様、山から小僧がやってきた。ふくふくまんじゅう買いに来た。1個10円、ふくふくまんじゅう。皆様、上野広小路名物。ふくふくまんじゅうのお店、ふくふく屋をご存知ですか？ほかほかと温かい独特の風味。皆様、ふくふくまんじゅうをどうぞご賞味くださいませ。でもひどいわね。殴るなんて。なんだっての？仕事に身を入れてないっていうの。バカね。真面目に仕事してるのに。天下さんわかる？主任さんったら焼いてんのよ。私が贅沢な格好してるって。そんな格好できるなら働く必要ないだろうって。だって昨日なんか自動車で迎えに来させたりするんだもん。ああ、社長さん？だって私毎日迎えに来るって言うんだもん。やだなあ。明日また長いかもしれないわ。どうしたらいいと思う？私に聞いたって知らないわよ。ねえ、結局は自分で決めるより仕方がないじゃないの。私人から決めてもらう方が好きだわ。気が楽ですもん。あんたって変な人ね。可愛いような、ずうずうしいような。あら、西郷さんの頭に鳩がうんこしたわ。よろしくお願いするんだな。お前と元気がないな。どうかしたの？いや、何でもないんですが、女房のことで奥さんがどうかしたの？いや、僕はどうもこの頃自分の女房が赤の他人のような気がするんです。そんなバカな、いい奥さんじゃないか。それはきっと君、子供さんがないせいだよ。マッチ。はい。もしもし。はいはい。やっこだでございます。
ひろこさん、さっきね、赤ん坊ぶったね、妙な男があんたの住所聞いてたわよ。私のところ？うん。どんな人？さあ、4時ぐらいにね、あんまりいいなりしてなかったね。私に心当たりないんだけど。あるかしら。お呼び出しを申し上げます。現在のレース前に、第二保健発売所付近で赤ちゃんを空の方にお預けになったままお忘れになっているお母さん、すぐ事務所まで赤ちゃんをお受け取りにおいでくださいませ。預かった方が大変困っておられますから。お待ちどうさま。80円いただきます。毎度ありがとう。これはほんのサービスでございます。どうもありがとうございます。はい、どうぞ。奥さん。あこんなところまで買い物に行くんですか？回転で安いもんですから。細切れ100名80円よ。おお。まだお帰りじゃないの？もう一度役所へ戻らなきゃならないんです。おお。嫌な差し押さえをしてきましてね。じゃあ。あら、わらが。あ、どうも。あれ？あの煙突、2本ですよ。3本だとばかり思ってたら。あら、ほんと。変ね。じゃあ、行きます。どうしたんだい？あら、どうしたんですのこの赤ん坊。どうしたって？どこの赤ん坊？お前知らないのか？知りません。知らない？じゃあどうして入ってきたんだ？僕が帰ってきたらここにこの通りいるんだよ。お前は誰かから預かったのかと思う。知らないわ、あんなもの。どうしたんでしょう、あなた。預かったんじゃないのか。あなた。電話よ、電話よ。電話？他人の家の中か？流行ってるらしいのってね。今日も競輪場だったのよ。ちょっと大事ですよ。その破ったまま消えちゃったの。こんな無茶なことあるもんか。どうしましょう。まったな、まったく。知らないだろうか。どうするんだい、それどうするって、とにかく私にそれを連れてってきます。どうしたんだい？忠次郎？この茂子はあなたの子です。その証拠に戸籍謄本を同封しました。育ててやってください。塚原忠次郎。塚原氏は生きてたんだな。生きていたって、あれが私の子でしょうか。塚原は私に押し付ける筋はないはずだわ。あんなもの。ものじゃないよ、赤ん坊だよ。とにかく私、警察へ行って相談してきます。
おい、待て。おかしいじゃないか。それはおかしいよ。お前一体誰の妻なんだ？この戸籍謄本じゃ、お前は塚原千次郎の妻になってんだ。そんなこと。私はあなたの妻ですわ。尾形龍吉の妻です。ひろ子、ちょっと待てよ。間違いない。確かにお前は僕の妻だ。嘘じゃない。見てごらん。尾形龍吉、妻ひろ子。確かに間違いない。そうですわ。こっちの方が本当なんですよ。しかしこういう場合は事情をはっきり考えなくちゃならない。この塚原の謄本の証明は先月の10日なんだ。しかしお前もその頃は確かに僕の妻でもあったんだ。そうですわ。私はあなたの妻ですわ。しかしそうすると二重結婚ってやつだな。そんなバカなことってありませんわ。二重結婚だとすると、そうだ、僕も罰せられるんだ。危ない。第184条、配偶者のある者重ねて婚姻をなしたるときは2年以下の懲役に処す。その愛婚したる者また同じ。重婚の罪だ。お前は塚原の戸籍から消えてなかったんだ。お前が悪いんだ。僕たちはおととし結婚した。それからずっと一緒なんだ。それなんでお前は僕の知らない間に妊娠して、僕の知らない間にこの子を産んでしまってるんだ。どうしたらいいのかしら。どうしたらいいのかしら。そんなこと僕に分かるもんか。分かったらちゃんと処置を取ってるよ。僕はちゃんとできる人間なんだからな。ただどうしたらいいか分かってたらな。僕は知らんぞ。どうしてあなたはそんなに私をお責めになるの？どこ行くんだ？警察はやめろ。違うわ。じゃあどこ行くんだ？そうか、塚原か。塚原のとこ行くならこの赤ん坊持ってってくれ。僕は自分の子ならとにかく人の赤ん坊なんか大嫌いなんだ。それは私の産んだ子じゃありませんわ。当たり前だ。僕は塚原のとこ行きたいなら行けって言ってるんだ。私はあなたの妻ですわ。世の中の人が何と言おうと。お前今出かけようとしたじゃないか。ミルクを買いに行こうと思ったんですわ。どうすればいいの？いるからって話さっていい。こんなもの死んだってなんだ。どうしたんです？死ぬの生きるのなんて言って。赤ちゃんですね。仕方ない。行ってこい。奥さん、言葉は授かりもんですからね。早く行ってこい。大事になさるんですよ。おやすみ。
赤ちゃんですね。どっちだ？それが僕には分からんのですよ。でも赤ちゃんなんでしょ？ラララララララ。赤ん坊の声、隣だよ。神様の声だよ。尾形さんのうちの人たちを責めてる声だよ。バカなこと言うもんじゃないよ。不信心な尾形さんのうちへ何か知らせをきなすったんだ。起きてる？どうしたの？あんなに赤ん坊泣かせたりして。一体赤ん坊と尾形さんたちとどういう関係があるの？僕には何が何だかわからんのですよ。肝心の尾形さんがわからないです。全くおかしいよ。これ見るあの煙突みたいで。今日川向こうの肉屋のところで見たら2本なんだよ、あの煙突。2本？お化けじゃあるまいし、そんなにいろいろに見るはずないわ。から見ると3本なんだな。もしもし、ひろこさん、どうしたの？え？赤ん坊が。ああ、よし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 、確かにこの赤ん坊だわ。着物に見覚えがある。よし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 。競輪場であんたの住所聞いてた男の赤ん坊だわ。どうしてこんな子を押し付けるんだろう。私にその気持ちがわからないのよ。届きなさい。なんだってかんだってその男の住所がわからない。困ったわね。私の方がまだそれでもあの人の妻だったということがあるけれど。あら、あれあんたの前の旦那さん？お前がこんな不愉快をつながなければならない国なんかまるきりないんですね。私それがとてもたまんないの。おお、よし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 。ほら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 。こんにちは。何よ、忙しいのね、私。どうしたの、あんた。ちっとも会社出てこなかったじゃないの。会社辞めたの。どうして？お嫁に行くの？よく自動車で迎えに来た人のとこへ？社長さんだって人のとこ？お嫁かしら。お出かけかしら。52なのよ、あの社長さん。で、お父さんお母さんとても喜んでるの。うち貧乏だもんね。いいわね。お父さんやお母さんが喜んでる顔見てるの。
きのよ。11も部屋があるの。落ち着いたらご招待するわね。ありがとう。今日はね、ご挨拶に来たのよ。千子さん大好き。はい。じゃあまたね。お元気でね。さよなら。さよなら。泣くんじゃないってば。あ、やっと寝かしつけたんだ。なんだよ、その顔は。赤ん坊のことで僕を責める資格が君にあると思ってんのか。どんな資格がお前にあるんだ。ひろ子。すみません。一日中あやし続けでくたくたになっているもんですから。それなら僕の知ったことじゃない。よし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 。泣かないで泣かないで。ああ。僕は大抵の物音には平気なんだが、あの赤ん坊の鳴き声だけたまらんね。ほら、ああいうふうに声を引くだろ。あれ聞いてるとこっちの心臓の方が止まりそうになるよ。私、赤ん坊羨ましいと思うわ。誰に気兼ねもなしに泣きたい時に泣けるんですよ。原子爆弾でやっつけるぞって脅かしたって、赤ん坊は泣きたい時には平気で泣き続けるんだわ。立派なもんよ。そんなこと言ったって君だってうるさいって言ったやないか。だから羨ましいって言ってるんじゃないの。よしよしよし。ねんねしてねんねして。坊やはあの泣き方はね、お腹が空いてんのよ。どうしてわかんのそんなこと。私、結婚したことはないわ。でも、子供は育てたことがあるのよ。戦死した兄の子。姉さんその子を産んで死んじゃったんで、私、疎開先でその子をおぶって100勝までしたわ。弱い子だった。でも私、とってもその子可愛かったわ。何でもしてやりたいと思ってたのよ。でも、死んじゃったの。残酷な気がしたわ。もう誰に対しても愛情なんて持つまいと思ったわ。二度とあんな思いするの嫌だもん。健三さんなんかにそういう時の女の気持ちわかるかしら。健三さん、健三さん、寝ちゃったの？風邪ひくわよ。うん。まったくひでえもんだな、赤ん坊ってやつだ。もう起きてるの？まだ早いわよ。いいんだよ、赤ん坊って。情けないのね。
赤ん坊ぐらいで。年じゃないといろんなこと考えるもんだね。僕は一晩2000年ぐらい年取ったような気がするよ。僕は君と結婚して子供を産み、お互いに年を取って死に、またっていうかに何十遍となく繰り返した。しまいに飽きしちゃったよ。それからに君の気持ちはさっぱりわからないんだ。千子さん、僕は愛してるんだろうか、それとも愛してないんだろうか。失礼ね、ずかずか入ってきて。私だって女よ。わからないんだよ、僕には。千子さん、自分のことだからわかるだろ。確かに好きな気もしてるわ。でも確かに嫌いな気もしてるわ。だから僕にはいつまでもわからないはずだよ。僕はもう気が狂いそうだよ。今日でも2晩も眠れないんだ。私もよ。北の赤ん坊のせいよ。目を覚まさせるのは赤ん坊さ。それから先が君のせいなんだよ。あの赤ん坊は僕に君のことを考えさせようとしてるのかもしれない。ねえ、どっちが本当なんだ？好きなのか嫌いなのか。どっちも本当よ。ほらね、そこのところがよくわからないんだよ。お前、ずっと起きてたのか？赤ん坊の泣き声もたまらんが、お前の顔もたまらんよ。幽霊がこもりしてるみたいだ。ほら、貸してみろ。すいません。赤ん坊って妙な顔して泣くの。それ静かに大人のしかしよ。そんなとこでぼんやりしないで寝たらどうだ。二人とも起きてなんて無駄だよ。すいません。私あなたに気の毒です。お前のせいじゃないよ。この赤ん坊のせいでもないし。どうしてこの赤ん坊こんなよく泣くんだろう。こういうことにしたらどうだろう。つまりじゃんけんでも決めたら、君が負けたら君は僕が好きだってことにするんだよ。あんた負けてよ。僕は勝負事弱いからな。どうしたの？男らしくないわよ。じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。じゃんけん。じゃんけんぽん。じゃんけんぽん。じゃんけん。返してください。まだ早いんだから。やめよう。くだらないことだよ。何もかも赤ん坊のせいだよ。あんたバカよ。負けた見ようと思ったの。そうだし何かよ。あなたそんなことおっしゃって久保さんや千子さんに悪いわ。悪い？だってあのお二人何の関係もないんですもん。かわいそうだわ。かわいそうだ？世界中で一番かわいそうなのは僕だ。世の中には自分の子供さえ捨てる人があるのに。
何の責任もないこんな泣き虫な他人の赤ん坊を捨てることもできないんだ。僕は一度も自分の女房を騙したことがない。それなのに女房から騙されても殴ることさえできない。殴ってちょうだい。僕は平凡なサラリーマンかもしれないが、今まで道端にカズバさえ生えたことないんだ。それなのにいつの間にか罪を犯したことになってるんだ。だから私警察へ行くと言ったじゃありませんか。泣くんじゃない。私はどんな罰でも受けますわ。出て行けとおっしゃるなら出て行きます。その赤ん坊を殺せとおっしゃるなら殺します。捨ててこいとおっしゃるならどこへでも捨てに行きます。でも私はあなたを騙したんじゃない。ないわ。騙したんじゃないにしても隠してたじゃないか。競輪場で働いてたことはそうだ。競輪場で働いたんだって少しもやましい気持ちを持っていませんでしたわ。相談しなかったとおっしゃるけど、自分のことぐらい自分でするのは当たり前じゃありませんか。帯も一人で結べないような子供じゃありませんわ。私はあの空襲の時からそんな風にしなければ生きていけなかったんですわ。赤ん坊が原因じゃないんだ。戦争だった。あの空襲の翌朝、やっと助かって帰ってきてみると、私の縁続きの人たちはみんな死んでしまっていましたわ。一人残らず。塚原も死んだと思ったわ。でも私、塚原を探してたくさんの死骸をひっくり返しながら見ているうちに、戦争というものに腹が立ったわ。それだけでなく、あんな戦争を起こした人間も嫌になってしまったわ。私、自分は一人っぽっちなんだと思った。一人で生きようと思った。疎開先でもそうだったわ。私、百姓屋の裏に捨ててある野菜くずを拾いながら自分を犬だと思った。一人で生きていける。犬よりも劣ると思ったわ。しろ、しろ、しろ。そうです。私は畜生ですわ。お前のこと言ってるんじゃない。いや、そうじゃない。お前は畜生だ。この赤ん坊が証拠だ。もう私たちもおしまいですわね。おしまいでもいい。夫に隠し事をするような女房なんかいらんのだ。わかりました。私はやっぱり一人ぽっちなんですわ。それでいいんですわ。だからあの時それでたくさんだと思ったんですわ。あの時は空襲でめちゃめちゃでどんな戸籍でも作れたの。だから私は捨てを届けるように自分一人の戸籍を作ったんですわ。しまうな。配給の関係さえなければ自分一人の戸籍さえ作らなかったに違いありませんわ。もう以前のどんな人にも会いたくない。たとえ夫であった塚原にさえそう思いました。大したもんだ。そんなに一人で生きたければ生きていけばいいじゃないか。
長い間お世話になりました。ありがとうございました。この赤ん坊どうするんだい。ひろこ、ひろこ。どうしたんです一体。バカなやつですよ。川の方へ歩いていくんですよ。死ぬんじゃないでしょうか。どうして止めないんですか。どうやって止めるんですか。奥さん、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 ひろこ、奥さん、奥さん。私どうしたのかしら。なんでもないわ。なんでもないことよ。
丈夫？寒くない？さあ帰りましょう。尾形さん、赤ん坊の事情はさっき2階でお二人の喧嘩を聞いて大体分かりました。聞いてみると僕は大した問題じゃないと思うんですよ。そうでしょ。相手は赤ん坊なんですからね。だがあの赤ん坊は大変な赤ん坊なんですよ。知ってますよ。僕はそんなこと言ってるんじゃないんです。じゃあどんなことを？どんなことって、どんなことでもあなたは嫌々ながら我慢してそれですぐサボっていくかもしれないけど、あの塚原という男のしたことは悪いことなんですよ。それは被害者が黙ってればそれで済むっていうような問題じゃない。正義の、人間の正義の問題なんです。だから我々は戦わなきゃならないんですよ。しかし僕らにも弱みはあるんですよ。弱みがあるかないか戦ってみなきゃわからないじゃないですか。それは尾形さんの誤解かもしれないじゃないですか。ねえ尾形さん、これはあなたがその塚原という男を探しさえすれば解決のつくもんですよ。僕が塚原をどうやって探すんです？どうやってってやってみなきゃしょうがないじゃないですか。あなたって本当に情けない人だな。正義の問題なんですよ。個人の問題じゃないんですよ。人間社会の正義の問題なんですよ。ねえ、そうでしょ千子さん。それだけ？そうだけって？健三さん、正義正義って言うだけなら誰でも言うわよ。言うだけじゃないさ。正義を愛してるさ。簡単じゃないか。その塚原って男を探せばいいんだろう。ねえ尾形さん、僕がやってあげますよ。今日から役所を休んでも僕が探してあげますよ。僕は正義の問題からとうとう塚原忠次郎を探さなければならない羽目に陥ってしまった。我ながら思いがけないことになったものだ。だが猛攻なっては仕方がない。僕はまず塚原の本籍のある区役所へ行ってみた。それから塚原の住まいを訪ねて歩いた。あ、その川向こうですよ。どうもありがとう。あの塚原ってのはひどいやつだよ。あいつは元自転車屋でな、昔の商売仲間を訪ねては何かと泣き言を言って金を借り歩いてるそうだよ。もっともそれは男たちの触れの話だがな。僕はこんな余計なことに首を突っ込んでしまった自分が間抜けに見え、バカに見え、お人よしに見えてやりきれなかった。全く正義というやつは人間になんて余計な負担を要求するんだろう。あ、久保さん、おかえりなさい。初めてパチンコをやってみたんですが、この通りでパチンコ屋さんに気の毒で。すいませんよ、そんなこと。どうも女房の顔見るのがなんだか気まずくて。僕はパチンコは嫌いなんですけど。あなたは僕が何のためにこんなに苦労してるんだか知ってるんですか？正義のためでしょ。そうです。ただいま。どうしたの？もう探すの嫌になったよ。皆目見当がつかないし、それに体も参っちまって頭が痛いんだ。なんだかバカバカしい気がするんだ。ともかく人のことだからね。だって肝心の尾形さんたちちっとも嬉しそうな顔してないじゃない。役所は休むし金は使うし、正義なんてこんなにくたべるものだと思わなかったよ。どうしたらいいでしょう。
健三さんは走り回ってくださってるけど。そんなことは僕にはわからないよ。あなたタバコ吸うようになったのね。知ったんだからして。おい。つまらないことよせよ。いくらやったって立つはずないよ。机が回ってんだから。ダメだったら。すっごいね、君は。やっぱりダメじゃなかったわね。分かったよ。私に出かけるよ。出かければいいんだろ。私、健三さん愛してるわ。いってらっしゃい。この東雲アパートです。あ、どうも。いや。いや。あの人ですか。あ、どうも。あなたは塚原さんですね。そうです。尾形さんのところへ赤ちゃんを置いてきた塚原忠次郎さんですね。警察の方です。いや、尾形さんの知り合いで久保というもんです。赤ちゃんのことなんですが。ちょっとお待ちになって。すいませんが、そこまでご一緒に行っていただきたいんですが、勝子に言い聞かせてやってほしいんです。勝子？ええ、女房なんです。私と赤ん坊を捨てて家出してるんです。お金。あなた、ちょっとあの子の様子がなんだか変なんですけど。怖いけど医者を見せればいい。パチンコでもしてる。
なんだって？悪いなら医者呼ばなきゃダメじゃないか。取り返しがつかなくなったらどうするんだよ。この赤ん坊だって人間なんだぜ。医者呼んでくる。おい。あんたマッチ持ってない？赤ん坊のことなんですけど。茂子？あの子はこの男の責任だよ。私が下ろそうと思ってせっかく工面したお金まで持ち出してしまってさ、とうとう生まれちゃったんですよ。ねえお客さん、こんなの警察に突き出してやんなさいよ。少しは目が覚めるだろう、この男。あ、ねえお客さん、ご覧の通りよ。女に殴られても腹を立てることさえできない男なんだからね。私が幾度死のうと思ったか。私はもうこの人の女房じゃないんだからね。はっきり別れたんだから。経理にこって私の留守に鍋かままで売り払ってしまう。姫子を親切な人に預かってもらうから嘘までついて。何それ。奥さん。私はこの通りダメな人間なんです。本当にダメな人間なんです。そんなことはありませんよ。あなたは自分で自分を誤解してるんですよ。いや、本当にダメなんです。自分でそう思うんだから間違いはないんです。尾形さんの奥さんとはどうしてお別れになったんですか？どうしてって、終戦の年の空襲でどうしてかそうなっちまったんですよ。私にはもう何が何だかわからないんです。先月茂子が生まれたんで区役所行ってみると、あの女がひろ子ですね。あの女が私の妻として籍に入っていますし、それに尾形さんという人とはちゃんと正式に結婚してると言うんですね。じゃあ尾形さんに何か遺恨があったわけじゃ？いや、私がひろ子の姿を見たのはいけなかったんですよ。競輪で。競輪で尾形さんの奥さんが？ええ。あの頃私と言ったらみんなから見放されてしまって、頼みがいになるものが犬にでも頼みたいような切羽詰まった気持ちでいたもんですから。先生、容体は？容体が気になるんですかな。あ、よろしいよろしい。それはやっぱり私はね、あなた方のような両親を持ったこの子が不憫でならなかったからそれだけの手当てはしましたよ。あんな容体になるまでほったらかしておくような親を持ったこの子の行く先が案じられるよ。ああ、近頃はこんな薄情な親が多くなった。
入りなさいよ。病気なんですか？この子なんていうの？茂子って言うらしい。しっかりするのよ。命が危ないらしいで。わかんない？お待たせ様、とうとう見つけましたよ。赤さんどうかしたんですか？ひどく悪いんですよ。そうですか。おかえりなさい。どうしたの？もうどうにもこうにもしようがなくなっちまったんだよ。何のために一生懸命取り回ったか分かれしない。まったくバカな話だよ。今日やっと塚原を見つけたんだがね。それがまたすぐこの近くなんだ。ああ、そこから見ると驚いたね。あの3本煙突が4本なんだ。4本？一体何本あるの？煙突でさえ見る場所によってまちまちなんだろうな。妙に考えさせられちゃったよ。そう。でもそれと塚原とどういう関係があるの？あの塚原みたいにあんな風に自分の人生を見てるやつもいるし、あいつは全くダメな人間なんだ。あんなひどい暮らしのところで下の赤をしたらそれこそ殺しにやるようなもんだよ。こうなるともう僕たちの手には負えない社会問題だよ。あの子を産んだおかみさんどうしたの？あの子のお母さん。おかみさんにもあったわね。刑事と赤ん坊っててこれをやりに勤めてるんだ。あんなひどい目にあったことないな。刑事には負けた全くひどい人間なんだ。ダメダメ、本当にダメ、全くダメ。健三さんは偉いのね。首切り役人みたいに死刑を宣告するみたいに他人に向かってよ、あいつはダメだ、全くダメだって宣告する権利があるの？人間にそんな権利あるの？そんな人嫌いだわ。千子さん、怒ったの？うるさい。死ぬものは死ぬんだ。聖子さんで一体どうなるんだ？聖子さん、どうしたんです？赤ん坊が死ぬんです。お医者さんに見放されてしまったんです。僕たちはこういう目に遭うようにできてるんだ。何もかもダメになるように決められてるんだよ。ダメって何がダメなんです？赤ちゃんはちゃんと生きてるじゃありませんか。どこがダメなの？でもお医者さんが手遅れのような。手遅れか手遅れじゃないか、そうやってる間にできるだけのことをしたらどうなんです？健三さん、今氷買ってきてちょうだい。買ってくるよ。でも
赤ちゃんにダメなんだって？どうしてみんなこうなんだろう。赤ちゃんはまだ生きてんのよ。生きてるってことは助かってる証拠なのよ。どこにダメなとこがあるの？そういやそうだけど、氷買ってくるよ。私他のお医者さん呼んできます。茂子ちゃん、茂子ちゃん。ゆえに自在に妙に君に密に悪数義務に罪を滅自然を生もしは真もしは。ねえあなた、息が苦しそうだわ。もう許してくれ。僕は自分の方が一体生きてるのか死んでるのか分からなくなってきてるんだ。大丈夫よ、この赤ちゃん。大丈夫よ。こんな小さい体をして病気と戦って一生懸命に頑張ってるんだわ。元気になったんだよ。よかったわ。夕べの3時頃もうダメだと思ったわ。茂子ちゃん。茂子、よかったわね。お薬飲みましょうね。すみません。翔子。眠ってたもんでちっとも知らなかったわ。私もうシャワー出かけるわよ。こんなに早く来たら何の用なの？千子さん、ほらこれいいわね。じゃああげてもいいわ。これいいでしょ。35000円だって。大したもんね。じゃあこれもあげるわ。これもあげてもいいわ。ゆき子さん、どうしたの？私にもわからないのよ。わかんない？社長さんと喧嘩でもしたの？喧嘩なんか。怖かったの。本当に怖かったわ。怖い？何が？だってね、夕べ11時頃あの人帰ってきたんだけど、いつもと様子が変なのよ。2000万円の不当たりを出したけど平気だってはしゃいだりしてね、前ぶどう酒が入ったから飲もうってついでくれたのよ。でも変なのよ。手がブルブル震えててテーブルの上にこぼしちゃったの。するとあの人慌ててハンケチで拭いたわ。その時ポケットからそのハンケチと一緒にこんな瓶落ちたのよ。こんな危ないものね、毒薬
べ物持ってくるってね、台所から逃げてきちゃったの。怖かったわ。それじゃ社長さんだけそれ飲んだかもしれないじゃないの。今頃死んでるかもしれないじゃない。そうよ。だから私怖くて近寄れないのよ。あんたって、あんたの方がよっぽど怖い人よ。そんなことってないでしょ。何がいけないんです？何が？私は自分の子供もらいに来ただけだよ。一緒に行ったんじゃありませんよ。いないって言ったらいないよ。今のやつは赤ん坊になっちまう。塚原の女房。おばちゃんですか？なんで人のうちにあることあるか。人の子供を取るなんてお前のこと暴論じゃないか。敵に言うだろ。何よ。あんただ。あんたうちの亭主のところに子供引き取ってくれって言ってきたね。だから私来たんだよ。それなのにこの人だって言ったら。ねえ、あんたから言ってくれよ。でもあなたあの子の責任は持たないと。亭主の幸せに言っただけだよ。あんた知ってるんだろ、私が茂子の母親だってこと。茂子返してよ。私はね、子供を塚原こんなろくでなしに預けとけば少しは根性は治るかと思ったんだ。それなのに縁もゆかりもない他人に押し付けてしまってさ、なんて悪いことするやつだろう。私はお詫びと茂子のお礼に来たつもりなんだ。それなのにこいつ頭から知らないって言うんだからね。腹も立つじゃないか。あなたは自分には責任はないと言った。確かにあなた子供なんかどうでもいいっていう冷たい態度だったからな。こんな母親があるのかって腹が立ったくらいだった。それが急に変わるなんて僕にはどうしても信じられないんだよ。あんたたちに私の苦しみが分かるもんか。ろくでなしの亭主を持った女が産みたくもないのにその男の子供を産まされて殺してしまいたいほど嫌な子なのに、真から可愛い子の気持ちお前たちに分かるもんか。じゃああんたたち何だねゴロゴロつったって、まるで私を再犯してるみたいに。私はお前さんたち負けやしないよ。私の子供は私の子供だ。誰が何て言ったって私の子供だ。塚原さん、子供引き取っても育てられるの？それに赤ちゃん今病気なのよ。病気育てられるんじゃない、育てるんじゃないか。でもお料理屋の女中さんしてらっしゃるんでしょ。それ住み込みなんでしょ。私も行くわ。どちらへ帰んなさるの？私も行くところがないのよ。僕には尾形さんたちの言うことすることが全く信用できませんよ。あなたたちはその赤ん坊を押し付けられて困ってると言ったんじゃなかったんですか。あなたそのために大喧嘩までしたんじゃないんですか。それを今になって手のひら返したようにせっかくあの子の母親が引き取りに来たのを追い返したりして。僕が苦労したのは何のためだか分かりゃしないじゃないですか。役所を休んだり足を棒にして歩き回ったり。今だからいいんですが
僕は塚原の捜査費用に750円使ってるんですよ。それも食費を抜けた交通費だけの額なんですよ。それはお払いしますよ。あんたたちはバカだ。僕はそんなこと言ってるんじゃない。あなたはパチンコばかりやって知らないでしょうが、あの塚原の女房が子供を引き取りに来たのはなぜだか知ってますか？僕が言ったからですよ。僕が行って塚原に会って、あの勝子という女房に会ったからですよ。その時は今日来るような素振りは全然なかったって言うんでしょ。そうさ。僕はあの女ダメな女だって言った。それに僕の努力は全然無駄だって言った。だけど結局無駄だったじゃないか、こうなってみると。奥さん、私幸福そうに見える？いいお嬢さんです。私幸福そう？ええ、そうですわ。奥さん、これ履いて。いいのよ。お願い。私に履かさせて。さあ、行きましょう。お嬢さん、ありがとう。分かったわ。じゃあ、私も裸足で行くわ。さあ、どうなさるつもり？この子はあのお母さんに返してやりたいと思いますよ。何をひそひそ話してらっしゃるの？聖子さん、私たち本当にこの子が可愛くなっていたのよ。それは私たちおかしいでしょ。昨日まではこの子を嫌がっていながら今日は可愛いと言って、でもこの子のためにいろいろ苦しまされたのは嘘ではなかったのよ。本当よ。そして今私たちこの子可愛くなっているのも本当なのよ。でも塚原さんの奥さんもそうでしょ。だから私言ったじゃありませんの。この子のお母さんは塚原さんの奥さんですわ。初めからそうでしたわ。じゃあ迎えに来てもいいんですね。千子さんもくどいわね。じゃあ行ってくるわ。はい、姫子ちゃん。千子さん、ゆき子さんの旦那さん助からなかったらしいですよ。昨日の新聞では助かりそうだったのにな。でも弱虫ね、自殺するなんて。どんな苦しみだって耐えられないことなんてないと思う。昨日役所の用事であの小料理屋の前を通ったんですかね。あの塚原の奥さんのことです。そしたらゆき子さんがあの赤ん坊を背負って子守りしてるんですよ。おかしな格好だったな。じゃあやっぱり社長さんところへは帰らなかったのね。
何かあったんですの？なんだかしげ子ちゃんがそこにいるような気がして。大好きな赤ちゃんだったな。なんだか僕、随分いろんなことを教えられたような気がしますよ。しかしよく泣いたね。さあさあ、遅くなったよ。行ってまいります。いらっしゃい。奥さんも今日からまた経営ですね。ええ。今日のおかずなんだい？たらこにきんぴらよ。ねえ、あなた。健人さんたちに来月から一緒になるのよ。そうかい？知らなかったの？だからお部屋代まとめて3000ぐらいにしてあげましょうよ。そうだね。本当だよ。僕が浮気なんかするわけないじゃないか。一生愛し続けるよ。そんなことは約束できることじゃないわ。世間の旦那さんを見て分かってるわ。本当なんだよ。本当に僕は一生愛し続けてみせるよ。絶対確実だよ。約束できることじゃないって言ってんのよ。約束できるんだよ、僕には。どうしてわからないんだろうな。信じられないってのは愛してない証拠だぜ。じゃあそんな女と一緒にならなきゃいいじゃないの？どうして信じられないのかな。仕方はない。この間のようにじゃんけんで決めよう。負けたら僕の言うこと信じるんだぜ。じゃんけんぽん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 。じゃんけん。